ストレッチしないで開脚をする方法をお伝えします。こんにちは、はこです。今日は開脚についてのお話です。開脚したい方多いんですよね。うちのスタジオにいらっしゃる方も、開脚やりたいんです。どうしたらできますかって結構皆さんに聞かれるんですよ。でもですね、実は私、開脚を進めていない人なんですね。で、なぜかというと、日常生活に開脚あんまりいらないですよね。ここまで開いた何かってないわけじゃないですか。多分この辺ぐらいまではね、なんかあるかもしれないですけど、なので、その生活の中でそこまで必要ではないっていうことを無理してね、ぎゅうぎゅう開くっていうのはおすすめしていないんですね。でも、バレエとかチアダンスとかね、新体操とか、芸術の世界では必要なので、それはその芸術のために教えます。っていうことはありますけど、一般のお客様に開脚を教えるっていうのはしていないんですね。ですが、憧れる気持ちはすごいわかります。なんか気持ちいいんだろうなとかね、やってみたいなっていう気持ちはわかるので、今日はあえて開脚についてのお話をしていきます。ですが、やっぱりね、ぎゅうぎゅうやったりとか、ぐいぐいやるっていうのは、前回の前屈のね、お話でもしましたけども、筋肉が硬くなるだけで、体が柔らかくなるわけではないので、今日もストレッチはしないで、体を柔らかくして、開脚で体が柔らかくなったのを確かめるぐらいな感じで開脚をしていきたいと思います。で、前回のね、前屈のお話で、こういうね、水筒とかペットボトルを使って足のね、裏側を緩めていくっていうのをやりました。で、まずそれをやった段階で次のお話を今からしていきます。なので、前回の前屈見ていない方は概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひね、そちらから先に見てください。はい。では、足のね、裏側が緩んだということで次のお話に移ります。今度はですね、内ももを緩めたいんですね。どこの部分かっていうと、皆さんこう開脚をすると、この辺がビリビリするわけですね。いててててってなるとこですよ。ここを緩めたいんですけど、このままやると大変なので、ちょっと片足曲げて楽にしていただいて、で、そんなに開かなくていいので、片足伸ばします。で、こういうスパッツとか、パンツとかの縫い目がこうありますよね。この内側の縫い目。これをこう辿っていくと、この胴体についている一番この胴体部分に近いところですよね。ここのこの縫い目のところあたりを触ると、なんかコリコリしてる筋みたいなのありません？こうなんかもみもみすると。そこを緩めたいんですよ。で、あんまりグイグイやると、本当ね、あざになっちゃうぐらいグイグイやると、それは痛めてることになるので、もみもみ緩めてください。これ何をやってるかっていうと、皆さんがピキーンってね、なってしまう、この張りやすい筋肉がついている一番大元のところを今ね、緩めていることになります。はい。で、今度ちょっとね、膝の裏側あたりね、この辺も緩めてください、一緒に。そう、この筋肉がついている真ん中じゃなくって、ついている大元のところを緩めていきます。はい。これで、ちょっと両足開いてみてください。どうですか？緩めた方はこうペタンって下にちょっとつきやすい感じがしません？膝が。こっちはこう浮いてしまうようなね、感じがすると思います。ではね、反対もやりましょう。じゃあ片足を曲げて、はい、パンツの縫い目の一番胴体に近いところ。このコリコリするところですね。これをもみもみと緩めます。で、反対側ね、膝のこの周りね、この裏側のところも緩めます。はい。これで、
こんな開かなくていいですよ、皆さん。できる範囲でいいですけど、いつもすごい膝がこう上がっちゃうのに、ちょっと、なんかこう、足が伸びやすいっていう感じがね、すると思います。だから開脚はあくまでも、確認のためにやってください。無理にね、ぐいぐい開かないでください。はい。で、もう一つね、開脚に重要なのは、この股関節がちゃんと動くかどうかなんですよ。これ股関節が固まってて、そもそもこういう風にしか座れなかったら、こっから開脚したら想像したらほら、こうなっちゃうわけですよ。これがきちんと、こういう風に座れていれば、こう行きやすいわけですよね。なので、ここで軽くお尻歩きをして股関節を緩めましょう。はい。ね、このまま、このようにお尻で歩いていきます。そう。股関節をね、緩めるってね、すごい大事です。ここが緩まないままピッてやったら筋肉の繊維がピキってこうね、つって痛いことになるので、必ずね、股関節も緩めましょう。はい、OK です。じゃあ頭前で後ろに骨盤を倒します。はい、今度は骨盤を前に倒します。はい。反対に組み替えて、同じこともう一回しましょう。これもね、多分、この足のね、裏側、もものね、裏側とかを緩めておくと、すでにね、あぐらがちょっとね、座りやすいっていうのにもね、気がつくと思います。はい、頭を前にして後ろ。起きて、はい、前に行きます。はい。これで骨盤を立てて座りやすくなったところで、もう一度、よいしょと、開いてみてください。どうですか？いつもだったらこう、後ろにね、行きそうになるのがちょっとこう、骨盤を立てて座りやすくなったと思います。これで、足の裏側を緩めて、内ももを緩めて、で、さらに股関節をね、動かして、で、やっといつもよりね、開脚がね、こうしやすくなったっていうのがね、分かったと思います。開脚してみたいっていうね、方の気持ち、よくわかるんですけれども、やる場合は無理にね、ぐいぐい引っ張ったりするんではなくって、必ずね、緩めて股関節を整えてからやってみてくださいね。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。